あなたは嘘をつきますか？洒落てませんか？嘘をつく。狂ってるっていうね。うわー、書きたいな、このことは論文に書きたいなと思ったけれど、初公開だと思います。ごきげんよう。日本画家の諸星美希です。ちょっとお尋ねしたいんですが、あなたは嘘をつきますか？私は嘘をつきたいと思っているんですよ。今日はそんなお話をしたいなというふうに思います。そうです。サムネでもね、気づいていると思いますが、製法を語るということで、私の大好きな竹内製法について少しお話をさせていただきます。そうなんですよ。製法先生。ね、そうですよ。諸星美希の YouTube を見てる人は、ライオンのぬいぐるみじゃないかなって思ってる人がいるんですけれど、ごめんなさいね、今日近くにね、いなくて申し訳ないんですけれど、清峰先生、はい。清峰先生のご長男さんですかね、竹内いつさんっておっしゃる方が書かれたものの中に、嘘の配列を知らない芸術には輝きがないという言葉をね、清峰先生のその芸術観の一つとしてね、そういう言葉があります。それで、嘘の配列を知らない芸術には輝きがないっていうのは、ただ空想とかね、自由とか、そういうものを指しているものでは全然ないと思うんですよ。それって、なんかこう、写生をね、ものすごくやったからこそ、その自由自在な配列ができるということなんですよね。うん。その中に、あの、製法しか持っていない独自のストーリーがこもってたりね、構図が生まれたり、そういうことなんですよね。もう、絵になる、その一番軸の大事な部分、そういう部分を、その、西方らしい慣用句の一つとして嘘という、ね、洒落てませんか？嘘をつく。いいと思うんですよ。上手に嘘をつくのは絵描きかなというふうに私も思っております。皆さん、いろんな本をお読みになっておられると思うので、私がね、概要を話すまででもないんですが、少し触りだけお話をさせていただきます。河野梅玲先生、京都でね、河野梅玲先生といったら、本当に厳格な先生だったと言われています。この梅玲門下の、四天王と言われている一人が聖宝だったということで、それで、亡くなった後ですね、京都市美術画学校ですか、の先生なんかも務められ、その後、築城会ができますね。上村松園先生ですか、あとは西村幸雲先生らと力を合わせて、京都で築城会といったらもう本当に大きな大きなその勉強をする場だったそうです。はい、私の大好きな、山口佳代先生もそこに通うように、ゴウン先生から言われたそうで、築城会で勉強したという、本当に羨ましい話です。なんか、どんなだったでしょうね。私も塾に属しておりますが、多分もう全然違うレベルのね、勉強をされていたんじゃないでしょうかね。私はあと、本当に注目するのは、築城会もすごいんですけれど、西方が、まあ、バイレーから学んだ、一つのね、あの、すごい教育と、あと、それもすごい時代なんですよ。それもすごい時代なんですけれど、あの、パリ万博に行く機会を得るんですね、西方が。その時に西洋画を見て、ものすごくリアル感があったわけですよ。
それでライオンね、なんかもう匂いまでするようなライオンの絵。あれは多分、奮本主義で日本画っていうのは割とこう、なんていうの、絵手本じゃないですけど、先生からの教えで、なんかこう受け継がれるものがあるんですね。そういうものでつながってきたものに、写生ということにもっとリアルさを加えて、うん。だから私は論文を執筆するにあたっていろんな資料を集めて、やっぱり西方はある程度写真もね、参考にしたと言われています。それにちゃんとした写真家が力を貸していたという記述も残っておりますし、資料も残っておりますので、だから一概に写生だけで絵を描けみたいなことではなかったのではないか。本当に細部まで遠くでね、見えなかったりもするんですよね。私も実際のところはそういうところもあります。草むらで足が見えなかったりもしますから、そういう時はやっぱり少しは資料としてね、そういうものを活用するっていうことですね。ねえ、どうですか？写生描かれて、あの、見えない部分はどうされてますかね？はい。でも、私はその転機になったのはパリ万博なんではないかなと思っております。そうですね。代表作を挙げたらたくさんあるんですけれど、その中でも看病は私の中では本当に素晴らしい絵で、ね、憲本で書かれていますね。なんで、まあ、研究者の中では、こうね、スタイルは、猫が振り向きますよね。狂ってるっていうね、そういう資料もたくさんね、見ましたが、私はね、あれね、単純にね、狂ってるんじゃないんですよね。ちょっと論文の方にも執筆させてもらいましたが、憲法なんでね、縮むんですよ、絹はね。で、ある程度の作品になると、小さい作品はそこまで縮まないんですけれど、縦の収縮が大きいんですね。絹の場合ね。そうなった時に、裏に、縮ませるためにね、表具師さんに聞くと4度水を打つというふうに聞いておりますのでね、そうなった場合にかなり絹が縮んだ時に、ある程度それを想定して、本当にかつての絵描きさんはずっと描いていたと聞きますから、丸を描く時には、ちょっと少し長くね、描くみたいなことをね、伺ったこともあります。で、ある程度、西方ぐらいの絵描きになったら、それぐらいのことはやっていたであろうと思います。だけれど、私は、あれは狂ってるようには感じないんですね。動物の本当にちょっとしたね、本当にちょっとしたニュアンスなんですよ。そこがきっちり描けてるか描けてないかではなく、動きまでを、捉えたもので、あとは、絹の収縮、その問題でたまたま、その評論家の方にはそういう風に見えたのかもわからないということをね、私は書き手であるので、なんか私はそういう風に、ちょっと論文の方でも書かせていただきました。ほんとすごいですよね。沼津でしたかしら。そこで見つけた、にゃんこに惚れ込んで、それで自分のアトリエに連れて帰ってきて描くんですよね。たくさん写生をして、この絵が出来上がる頃に、その猫はいなくなったっていうね、そういう話もね、残っていますよね。なんか、西方は本当に有名な絵描きさんなので、たくさん資料がね、割と残っているし、西方研究をされている方も多いとは思いますね。私なんかは全然本当に、ただただ一ファンなので、あの、そんな詳しい話もですが、私はちょっと、今回、論文の方で書けなかったものが1個だけあるんですよ。なんか、たまたま私は、うちにですね、クロウサギの、西方の絵があるんですね。その絵を調べているうちに、
すごいことが発見したんですよ。それで、うわー、書きたいな、このことは論文に書きたいなと思ったけれど、やっぱりいろいろ考えてやめたんです。そのことは後ほどね、メンバーシップの限定のところで喋らせていただこうと思います。初公開だと思います。ちょっとまた楽しみにね、されてください。まあまあ、そんなことで、その築城会もね、西方は、1933年ですか、69歳ですね、の時に解散をして、それでもともと肺炎をね、患ってたりしましたので、京都と、湯河原を行き来する。で、湯河原の、天野屋さんというところね、天野屋で、一角ですね、桃山庵というところで制作を晩年するんですよ。京都と行ったり来たりだったそうです。築城会も解散して、自分は最後は書きたいところに場所を移して書いていたのではないかなと私は感じ取りましたね。最後はもう本当に、なんていうんですかね。その築城会を解散した後、桃山庵で絵描いてますよね。その間、1937年だったですかね。37年の、73歳の時に第1回の文化勲章をね、西方が受章されるんですよ。その時に一緒に受章されたのは横山大観。ね、2人が第1回の文化勲章のね、受章者だった。その確か5年後ぐらいだったんですかね。5年後になるんですかね。最終的に亡くなったのは1942年ですね。8月23日。その桃山庵でね、亡くなるんですよ。はい。時代的には本当に太平洋戦争真っ只中という本当に厳しい世の中のもう本当大変な時に西方は旅立ったということになっておりますね。はい。最後ね、絶筆は窮状を排してということで、窮状というのはね、皇居のことですね。本当に具合が悪くて肺炎になってからも京都から東京まで写生に2度も行ってるそうですね。最後絶筆は窮状を排してということになっております。すいません、簡単ではございますが西方をね語らせていただきました。さっきもちょっと触れさせていただきましたが、メンバーシップの方には特別に論文で書けなかった新事実を喋ります。どうぞこの先も限定のねメンバーシップの方でお楽しみいただければと思います。今日はこの辺にいたしましょうか。それではまた。